さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？この間、高校の同窓会に行ってきました。同窓会っていうのは、同じ学校を卒業した仲間が集まる会のことです。みんなに会うのは本当に久しぶりでした。成人式以来の人もたくさんいて、それだと5年ぶりぐらいですかね。すごい久しぶりですよね。仲いい人とは頻繁に会っているので、1ヶ月ぶりとかでしたけどね。高校の時こんなことあったよね、みたいな昔話で盛り上がったり、今何の仕事してるのみたいにみんなの最近の様子について話したりしました。ずっとなりたいって言っていたお医者さんや看護師さんになっていたり、結婚していたりしている人もいて、みんな大人になったなーって感じました。久しぶりに友達に会うっていうのはやっぱり楽しいですね。さて、今日のテーマは、子供の頃の夢です。夢には2つ意味があって、1つ目は寝ている間に見るもの。2つ目は未来にこんなことをしたいなみたいな理想っていう意味の夢。今回は2つ目の意味の夢についてのお話です。皆さんは小さい時、どんな夢を持っていましたか？スポーツ選手とか、学校の先生、歌手、お医者さん。皆さん、いろいろな夢を持っていたと思います。今日は私の小さい時の夢、日本人によくある子供の夢、そして職業以外で子供の頃やりたいなと思っていたことについてお話ししたいと思います。私の子供の頃の夢はケーキ屋さんでした。これは幼稚園生の時の夢ですね。子供の頃、ケーキってたまにしか食べられなかったんですよ。うちの家では。小さい子には甘いものはあまり食べさせない方がいいって親が思っていたみたいで、全然食べさせてもらえませんでした。でも私はケーキが大好きだったので、ケーキ屋さんになったら毎日ケーキが食べられると思って、ケーキ屋さんになりたいなって思ってました。あと、ケーキ屋さんって言ってる子が周りに結構いたので、じゃあ私もみたいな感じだったような気がします。単純ですよね。幼稚園とか保育園の時の夢って面白いですよね。あれが好きだからあれになりたいみたいな。大学生の時に保育園の子と関わる機会があって、その時に子供たちに大きくなったら何になりたいって聞いたことがあるんですよ。それでびっくりしたのが、洗濯機になりたいって
答えた子がいたんですよ。洗濯機って私が聞いたら、洗濯機か唐揚げって言われました。面白いチョイスすぎますよね。多分自分が好きなものを言っていただけなんですけど、好きだからなりたいっていう気持ちが素敵だなと思いました。その子が今どんな夢を持っているのか気になります。はい。でも当然、成長するにつれて将来の夢は変わっていきますよね。じゃあ、小学生の時の私の将来の夢は何だったかというと、公務員です。公務員っていうのは、国とか都道府県、市区町村に雇われて働く人のことです。お給料は税金から支払われるので、とても安定した仕事です。普通の会社みたいに突然潰れるとかはないですからね。我ながら本当に可愛くない夢ですよね。現実的すぎるというか。なんで公務員になりたかったのかというと、公務員は安定している、クビにならないっていうのをどこかで聞いて、公務員ってなんかかっこよさそうな名前だし、クビにならないならいいなと思っていたからです。適当ですよね、本当に。はい、ここからは日本の子供たちはどんな将来の夢を持っているのかをお話ししようと思います。私が子供だった頃と今だと子供たちのなりたいものも変わってきているので、そこら辺の違いもお話しできればなと思います。まず私の子供の頃はやっぱりスポーツ選手がとても人気でした。サッカー選手とか、野球選手とか、日本だとサッカーと野球がメジャースポーツで、習っている子も多かったので、その二つが特に多かった記憶ですね。あとは、電車とか新幹線の運転士。男の子は乗り物好きな子が多かったので、人気でしたね。女の子だと、キャビンアテンダントとかが人気でした。私が子供の頃はまだ女の人の仕事っていう感じで、綺麗なお姉さんが多いイメージだったので、女の子の間で人気の職業でした。あとは、保育士とか、学校の先生。こうやって改めて見ると、子供の時って知っている職業の種類が少ないから、みんな自分の身近な職業を将来の夢にしますよね。じゃあ最近の子供たちは将来何になりたいと思っているかっていう話なんですけど、最近は YouTuber とかエンジニアとかが人気なんですって。あと、e スポーツのプレイヤーとか。e スポーツって私は最近知ったんですけど、エレクトロニックスポーツの略で、コンピューターゲームを使ったスポーツ対戦競技のことです。今時ですよね。もちろんさっき言ったみたいなサッカー選手とか先生とかも今も人気なんですけど、そういう新しい職業も子供たちの憧れになっているみたいです。確かに今の子供たちはテレビよりも YouTube を見る時間の方が長いのかもしれないですね。インターネットの影響で夢の形もどんどん変わっていきますね。皆さんの国ではどうかわかりませんが、日本では
学校で将来なりたいものについて発表させられる場面がよくあります。例えば私の小学校では卒業式の時にみんなの前で将来の夢を発表する時間がありました。あとは卒業文集でも将来の夢を書かされました。卒業文集っていうのは卒業する学生たちが学校生活での思い出とか学んだこととかを文章や写真にしてまとめた記念品です。小学校でも中学校でも高校でも卒業するときは配られると思います。大学ではあんまり聞かないですけど、大学によるかもしれません。結局私は公務員にもケーキ屋さんにもならなかったわけなんですが、今も自分がやりたいことって何なんだろうって模索しながら生きています。さっきも言いましたけど、子供の将来の夢が大体同じになるのって知っている世界が限られているからじゃないですか。だから大人になっても自分が何をしたいのかわからない人はまだやりたいと思えるものに出会ってないだけかもしれませんよね。私は昔からこれが絶対やりたいみたいなことがなかったので、小さな頃からずっと同じ夢を追いかけて叶えている人を見ると本当にすごいなと思います。なかなかいないですよね。スポーツ選手とか親と同じ職業に就いた人はそういう人が多い気がしますけど、夢が変わっていくことも全然悪いことではないですけどね。それに将来の夢って必ずしも職業じゃなくてもいいですよね。お医者さんになりたいじゃなくて、困っている人を助けたいとか、お金をたくさん稼ぎたいみたいな。そんな風に答えてもいいよって社会がなったらいいなぁと個人的には思います。ということで本日は子供の頃の夢についてお話ししました。子供の頃っていろいろなものに憧れていましたよね。職業じゃなくてももっと小さなこと、例えばコーンフレークを何種類も混ぜて食べたいとか、そういうのありますよね。木の上の家とか、泡風呂とか。私は骨が折れた時に使う松葉杖にすごく憧れていました。なんか特別な感じがしてかっこいいなぁと思っていました。ただ悲しいことに私の家はみんな骨がとても強くて誰も骨折したことがなくて、私も今まで骨折一度もしたことがありません。だから松葉杖は未だにちょっと憧れです。痛いのは嫌ですけど。皆さんの子供の頃の夢は何でしたか？コメント欄で教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。